ーベーツ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 ー。無理や、これプロマックスでええわ。ゆるふわ軍事チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。すでにサムネで何を作るかお分かりの方も多いと思われますが、前に作ったこのカーベイ2を利用してカーベイ222を作っていこうと思います。昔作った戦車を改造するのは初めてやな。ちなみにどんな戦車？これだね。待て、これおかしいやろ。実際に作られた戦車じゃなくて誰かが作った画像だね。そうなん。視聴者さんもちょっといじるだけで作れるっておっしゃってるからね。やるしかないで。まあ視聴者さんのちょっとほど後にならない言葉はないけどね。それずっこのちょっとやろ。はい、ということで作っていくのですが、実はこのカーベイ2、砲塔が初期型で、このままではカーベイ222は作れません。ということは新しく作るんか。まずは後期型の砲塔を作って、そこから拡張しようと思います。砲塔については、初期型と後期型は似ているようで似ていません。全部作り直しか。流用できるのは主砲周りの構造だね。主に作るのはこちらの砲塔で、いつものように砲塔用のデフォルトキューブを加工して作ります。今回はいろいろしたいことがあるのでサクッと作っていきましょう。あれ、これ前後分割して作るん？今触っているのは長さを測るためのパーツだね。ああ、いつものやつか。実はこのゲーム、一般的な 3DCG 系のソフトのように部分の長さを測ることもできません。基本的に細かいことは何もできないので、すべて手動で行う必要があります。これがめっちゃ時間かかるんやな。今しているのは砲塔正面の長さを合わせています。この部分は私が測ったところ、幅が130センチくらいありました。横幅は車体と同じ190センチくらい。そして砲塔の長さは255センチくらいですね。これ調べるのも大変やな。基本的に、例えばゲームのモデルであったり、プラモデルでもサイズが多少異なるので、できれば実物の写真や正確そうな参考画像を見ながら調べた方がいいね。こちらのゲーム画面では歪んだり、サイズ感が変な感じに見えることがありますが、これはゲームオプションで変更できる視野角の問題です。普段はどのくらいに設定しとるん？このサイズの戦車であれば60度、長州戦車だと70度程度だね。後から出てくると思いますが、超巨大なものを作ろうと思うと120度に設定します。戦車の大きさで変えるって感じか。カメラに収まりきらず加工ができなくなるからね。はい、後ろでは砲塔の形がほぼ完成しつつあります。おう、ええやん。あとは角の丸みを強めれば、だいたいこんな感じでいいかな？砲塔部分は完成やで。それでは砲身周りを作っていきます。今作っているのはこの丸っこい部分ですね。確か初期型では角張った円柱でしたが、後期型では角が落ちたような丸みを帯びていました。これ初期型というか前期型のパーツ流用できとらんやん。形が違うんだよね。これほぼ全部作り直しや。これは形を変えて流用できましたね。視聴者さんからナイフに雨とか入らんようにする構造って教えてもらったな。今回工夫したのは、防潤や中待機カバーと同期する形で砲身を動かす仕組みです。画像では、この全体が同期して動くという意味ですね。今までは砲身だけニョキニョキ動いとって不自然やったところや。実際に砲身を仮搭載して試験してみましょう。行き過ぎやろ。いきり立つまた何してんねん。何っていきり立つ？わかった。初めて作ったのでどう調整すればいいのかわからなかったのですが、やり方は前作った副砲の可動範囲調整と同じですね。実物と同じ数値を入力しました。では試験してみましょう。おう、ちゃんとできとる。変な方向には向きませんね。砲手視点から見るとちょっと動きが速すぎるので、後から修正しておきました。では仕上げていきます。これは中待機カバー。砲身と合わせて動かしたいところなので、この部分に乗せてから位置を合わせます。サイズや向きの微調整を行えば完成です。ちゃんと同期して動くか動作確認をします。完璧やな。一緒に動いとる。前から動かしたかった構造を作れるようになりました。ちなみにこの同期の方法を使えば、砲身や先端に装飾をつけることもできますよ。現代戦車みたいなやつやな。あとは細かい装飾を乗せていくだけですね。ちょっと見えにくいですが背面もこんな感じに。忘れず正面の機銃も搭載しました。それでは完成したカーベイ2後期型を見ていきましょう。こんな感じで先っちょも一緒に動く構造を初めて採用しました。
方針の角度も実際のものと同じですね。何個か新しい技術も入っとるんやな。こちらが前期型、後期型の比較です。こう見ると砲塔構造は随分ちゃうんやな。特にこの前面の傾斜があるのかないのかで見分けがつきますね。それではせっかく作ったのでゆかりちゃんを呼んで遊んでみましょう。皆さんこんにちは。あかねちゃんはドライバー、ゆかりちゃんは汗だく総店主ね。了解や。それでは戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、前と同じように距離を取って戦います。やたら強いの撃ってくる敵おるんやったな。12時の方向敵戦車。まあ普通なら当たればワンパンですが、残念ながらこのゲームは鉄鋼弾と鉄鋼榴弾しかありません。はるか手前に着弾。どこ狙ってんねん。ゆかりちゃん装填。ポイント撃破。手前に着弾。くそ、何笑ってんねん。真面目にやれ。これね、ちょっと初速遅くしすぎたね。確か前もそんなこと言っとったね。次は当てます。砲塔正面に2エンド命中。上弾。別にいらんで。はい、空気を読まずあかねちゃんが変なこと言っていますが、見出しでも紹介したように、この戦車をカーベイ222に改装していこうと思います。ここからが本番やな。一部を紹介すると、このようにたくさんの方からリクエストをいただきました。みんなありがとな。改造は簡単ですね。砲塔を上に伸ばすだけです。出た。問題なのは方針周りのパーツです。画面内の自作パーツは右クリックでコピペみたいなことができず、一つ一つも立たねる砲塔を設置して形状を読み出し、配置する必要があります。一気にまとめて設置できんということか。これが地味に面倒ですね。パーツそれぞれの位置も合わせていきます。一応乗せ終わったので、あとは細かい装飾。これは砲塔側面のステップ。後方の装飾についても一応乗せておきましょう。はい、こちらがスプロケットで再現されたカーベイ222です。明らかに異常な形やん。ちなみに高さはどのくらいあるん？地上から砲塔の先端まで5メートル80センチだね。6メートル近いやん。目安としては信号機くらいの高さになっています。装甲などは特に変えておらず、カーベイ2から砲塔のみ長くした感じですが、重量は100トン近い98トンとなりました。あかんやつや。あくまでゲーム内での手法は13口径 152mm 砲。これを縦に3本搭載。制作時間は砲塔の入れ替えが2時間。カーベイ222に拡張したのが20分となりました。それでは戦闘をしてみましょう。よいしょ。この後ろ姿。あかねちゃん発進。みんな行くで。やっぱり重たい感じや。100トンに迫る重量はきつい感じだね。ちなみに今回、ゆかりちゃんは装填手ではなく砲塔の旋回を担当しています。まあこのくらいは電動だし余裕だな。カーベイ2は手動だよ。あとどこで間違えたのか、砲塔だけで54トンあるからね。待て、完全におかしいやろ。砲弾だけで合計9トンくらいあるんだよね。ちょっと乗せすぎちゃったかな？ちょっとってどんなレベルや。よし、敵さん倒していきます。砲塔旋回。ちょっと行き過ぎ。効果、もはや人間ではない。そのまま狙います。くらえ、いろいろと癖が強い 152mm 砲。外しとる。あれ？次やるよ。射撃ミスや。ポイント。ちょうだいや。ポイント。今のは当たりどころが悪かった。よいしょ。敵戦射撃派や。ゆかりちゃん左旋回。肩が。ああ、水うめえな。おいにが。ゆかりちゃんの大胸筋も限界みたいなので、そろそろ電動を入れます。最初からやっと撃破。敵戦車炎上。今回なぜ大量の砲弾を搭載したのか。上弾。こんな感じで抜けないんだよね。もうちょっと飛行の調整いるで。ちなみにさっきよりも初速は秒速200メートルほど速くなっているね。敵戦車、なぜか炎上。ツイッターで裏垢見つかった人ですかね？それ以上はやめとけ。今くぼ地のところにいるんだけど、このように車体を隠すだけでなぜか敵さんがほとんど狙ってこなくなります。前もそんなことあったな。敵戦車炎上。砲弾溜め込むのは危険ですよ。はい、さっきの炎上系が動いていたので撃破ですね。
これエンジンだけ勝手に燃えてた感じか。回転数上がりすぎて壊れることはあるけど、燃える敵さんは初めて見たね。敵戦車全滅。余裕の勝利ですね。別にいらんで。実は視聴者さんからこのようなリクエストをいただきました。何？カーベイ222の回転砲塔を取り外し、駆逐戦車として前から横3列に3門、主砲ベースにつき縦3門立てるという改造戦車を作ってほしい。装甲はカーベイ2ベースに横に3つにした兵器です。もしもし N カーベイデーですか？私の動画のコメント欄に密告しようとすんな。なかなか想像が難しかったのですが、合計9問つけてほしいという案ですね。形が合っているのか読み返してみると不安しかないのですが、とりあえずそれっぽいものを作ってみました。まず砲塔をニュッと大きく。この両脇に主砲を乗せていきましょう。これ砲塔を3つ横につけてって案なんやない。皆さん面白い戦車を思いついたらイラストにして私のツイッターに返信してくださいね。概要欄にアドレスあるで。違う戦車を作っている可能性が大ですが、このまま改造を進めていきます。こんな感じでなんとかという装備も搭載。あとは主砲を乗せます。きっちりと先っちょの長さも合わせておきましょう。天板の装飾も移動して。もちろん背面の構造もちゃんと作っておきました。見た目がひどい。装填手は1門につき1人乗せる必要がありますが、砲手は砲塔内の全ての砲を担当することができます。ということは装填手9人に砲手1人か。そういうことですね。はい、こちらが完成したご依頼戦車のカーベイ2です。重量は装甲が増したことと、主砲が9つついたことで、驚異の247トンとなりました。主砲は同じ 152mm 砲を9門。これから行う試合では、正射と順次発射の2つで敵さんをいきり散らしていきます。最高速度は時速 30km と元のカーベイ2と大差ありません。これ重量7トンくらいあるエンジン乗せとるやろ。そうじゃないと曲がらないんだよね。よいしょ。みんな行くで。重い。これはめちゃ重いで。足回りが大変なことになっていますが、一応前進可能です。でも意外と速度出るな。ではこのまま敵戦車が出現するところまで前進。12時の方向に敵戦車。こちらの敵さんやりましょう。9門一斉射撃。敵戦車に命中、撃破。砲弾が全部まっすぐ飛んでいったの見えたで。気持ちいい。それは良かったな。敵戦車撃破。さすがに当たればワンパンだね。ただ、この戦車の欠点は回転砲塔が乗っておらず、砲身が垂直方向にしか動かないので、動いている戦車に照準を合わせるのは極めて困難になっています。200何トンか忘れたけどめっちゃ重いからな。よいしょ。これ戦車前浮いとるやん。またまたすごい感動だね。敵戦車撃破。では次に順次発射モードに設定して戦っていきます。9つの主砲は順番に 0.1 秒遅れて発射するように調整しました。前のガレージ戦車みたいなやつやな。2時の方向敵戦車。てかこれなんで方針左右に動かん？原因は不明だね。稀にそういうことがあるんだよね。よし、発射。敵戦車被害なし。どういうこと？これ一発しか当たっとらんで。反動がすごすぎて照準がずれちゃう感じだね。敵戦車に2発命中、撃破。せっかくなので正面からも見てみましょう。これ多分そっち系が乗っとるやつや。でもちょっと離れると初段以外はまず当たらないね。感覚としては 50m 程度まで近づくと複数命中するような感じかな。敵戦車に2発命中。だいたいこのくらいの距離だね。2発命中、炎上。400m くらい離れると。一発以外は全て無駄撃ちです。ということは一斉射撃の方がまだええ感じやな。もちろん戦闘中に切り替えるような機能は多分ありません。再設定せんとあかんのか。なかった欲しい欲しい。ここまで作ったのでもっといろいろ試作してみましょう。もう何作るん？まず砲塔天板をすべて選択。
そして通報されそうなほどローアングルにして、超マ何してん。ちょっと操作ミス。せっかくなのでもうちょっと伸ばしておきましょう。こんな感じになりました。これはひどい。どうすんねんこれ。どうするって方針のせる以外ないじゃん。ちょっと作り直して、さっき作った戦車から方針などをすべて移動します。途中まで作ってこんな感じ。もはや戦車の形をしていない。あまりに高すぎて操作を受け付けないので無理やり視点を変更。連番から装飾パーツを送り込みます。あとは綺麗に方針を揃えて、私も何を作っているのかわからなくなってきましたが、後ろを乗せ終えれば完成です。それでは車両を見ていきましょう。名称はカーベイ2プロマックス。それスマホや。正式名はカーベイ2と言いますが、まあ色々と大変なので仲間内ではそう呼ばれています。カーベイ無理や。これプロマックスでええわ。手法はカーベイ2の 152mm 砲を縦に13門設置。ギア比などを最適化することで重量293トンに対し最高速度は 35km に達します。どう考えてもおかしいやろ。これがソビエトの技術力ですね。そういうことにするで。では遊んでいきましょう。はい、視点が変なところにあって車体側がどうなっているのかはわかりません。これ砲塔の先っちょに中心が来るんか。新しい発見ですね。ちなみにゆかりちゃん視点ではこんな高さになっています。見晴らしは映画。これもう船視点や。私の砲手視点は砲塔の中間につけました。そして激しいスペック不足発生。カクカクやん。砲塔を動かすと FPS が10前後まで下がってしまいます。あ、これ砲塔普通に動くんか。では攻撃開始。敵戦車撃破、炎上。これ前のガレージ戦車並みの音や。敵戦車6両接近中。あらあらみんな13連装積んだあらを食らいたいのかな。射撃ミス。あれ何してんねん。よいしょ。敵戦車炎上。これトップアタック攻撃や。ちょっと離れた視点から見てみましょう。縦一列に着弾しててさ。いやこれ無駄打ちが多いだけやん。何回かやっても一点に集中する的な攻撃にはならないね。そうなると強いと思うんやけどな。敵戦車炎上。正面からも見てみましょう。完全に異常な光景やん。敵戦車炎上。スローだとこんな感じ。これまでにない迫力だね。現実では絶対に見られんで。それでは設計画面に戻ります。ゆるふわ軍事チャンネル。では最後にこの戦車をさらに改造して終わりましょう。何するん？みんなもっと伸ばしたらどうなるか気になるよね。いやならんやろ。男の子は長いの好きだからね。え、そうなん？やり方は簡単。先っちょを選択して伸ばすだけです。超馬どこまで伸ばすんや。やりました。高さ 100m 突破です。重量919トンってなっとるで。私みたいなプロはここで諦めません。横に倒します。さらに水平に移動。砲塔の先っちょを選択して伸ばします。待て待て、150m いったで。今回は 200m が限界のようですね。重量が1600トンや。よいしょ。いきり立つ砲塔。先が見えん。それじゃあ発進するよ。おお、めっちゃ高いで。これが高さ 200m の光景だね。このフィールドこんな感じになっとったんやな。隣は同じ戦車だね。ではもうちょっと工夫して高くしてみましょう。できるん？まず強度的な意味で走行圧を 500mm に設定。重量が1600トンから8100トンに増加。全体を選択して上下に伸ばす方法でやります。数値がやばい。このまま限界まで伸ばします。4万メートル。はい、これが今回の限界になります。長さ 52km、重量は166万トンですね。戦車めり込むわ。どういう状況なのかイラストで紹介すると、出たまたイラスト。このような状態から上下方向を伸ばした感じです。地面に突き刺さっとるということか。この状態で発進するとどうなるのか、私も試したことないんだよね。これ先端がほんまに見えんで。では行きます。あれ？ PC の動作がちょっとおかしい。雲の上や。多分地面に埋まっている分が地上に出ているので、高さ 52km の光景だね。
地面も全く見えん。宇宙は高度 100km なので、まだ半分くらいしか行っていません。味方倒れてきとる。今のはちょっと危なかった。念のため横に倒した状態もテストしておきましょう。盛りだくさんやな。これね、挙動を見ておくと、戦車作る時のバグにも対応できるんだよね。なるほど、そういうことか。みんなどうなるか予想できるかな？ 166万トンが2つの履帯にかかると、カーベイ2の実力が今試されます。発進。これはあかん。さすがに動くことはできないね。やだ、激しいブレが発生。履帯の動きがやばい。この挙動も初めて見たかもしれない。あら？ちょっとみんな見ないで。右のうちやろ。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、今回5つくらいカーベイ2ファミリーを作ってみました。最後の2つくらいはまともに使えんやつやん。かなり長い動画になってしまったのですが、一つの戦車を改造するという方法でも、様々な戦車を作ることができるということが分かりましたね。実際の戦車も砲塔とか書いて色々使っとるんやったな。皆さんも作った戦車を拡張したり、砲塔を乗せ替えて遊んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方も、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。